ランナーパテを使用する前に必ず室内の換気を確保してください。ランナーパテでの作業は溶剤系接着剤が必要です。そのため、作業を始める前に必ず室内の換気を十分に行い、有害なガスを吸い込まないよう防毒マスクを着用してください。安全第一、健康が何よりも大切です。改めまして、ペンタクロクさんのビプラチャンネルへようこそ。この動画は、実験と理論の実践を主な目的としており、解説動画ではありません。内容がわかりにくい場合は、ぜひコメント欄でご質問ください。私自身もまだ試行錯誤の段階です。動画はやや長めになりますので、まず結論からお話しします。ランナーパテを使って造形することは可能です。他のパテと同様、ランナーパテにも長所と短所があります。特に造形において、ランナーパテの最大の特徴はその流動性です。自然な曲線を持つ造形を作る際、この流動性が最大限に活かされます。流動性を活用した造形の方法を直接ご覧になりたい場合は、8分49秒にスキップしてください。それでは、制作時の映像を流しながら、ランナーパテの用途、長所と短所、注意点などについてお話しします。なぜネオジム磁石を埋め込むのか、詳しく知りたい方は、ぜひこのチャンネルを引き続きご視聴ください。ランナーパテとは、ランナーパテとプラモの接着剤とランナーを混ぜ合わせたものです。例えば、タミヤの緑キャットの流し込みタイプ接着剤のような溶剤系接着剤は、ランナーを溶かして液体状にし、溶剤が蒸発すると元の硬い状態に戻ります。動画で使用した接着剤は全てタミヤの速乾型流し込みタイプ接着剤です。ランナーパテは主に合わせ目消しに使われます。理由はそのランナーパテが元のプラスチックと同じ色であるため、塗装をしない場合の合わせ目消しに非常に適しているからです。私も基本ビプラの肌色パーツは塗装しないので、合わせ目消しにはよく使っています。もう一つの特徴は、パテが硬化した後のコードが元のプラスチックとほぼ同じで、研磨やカットする際の手触りも非常に似ている点です。また、ランナーは手軽に入手できる素材であり、溶剤系接着剤があれば十分です。話を戻します。この実験動画のテーマは、ランナーパテは造形用のパテとして使用できますか？です。先話した特性を考えると、実現の可能性は非常に高いと思います。実際に使用した結果と、皆さんに共有したい発見がいくつかあります。接着剤の比率について。まず、パテに含まれる接着剤の比率について話します。私は正確な分量を計測していませんが、動画で示した溶けたチーズのような濃度は、実は最適ではありません。私の経験では、溶剤が少ない状態ではパテが完全に混ざり合わず、一体になりません。容器から取り出す際にすでに糸を引くような状態で、表面が少し硬化し始めています。手で触ってもベタつきません。この状態で新しいパテを重ねても、表面がある程度硬化しているため、完全に融合しません。その結果、動画のように、1日乾燥させても表面はマットな質感になり、完全には混ざり合わなかったために気泡や小さなへこみが発生します。これらの欠陥は表面処理で修復可能ですが、正直なところ手間がかかります。したがって、造形時に溶剤の量を適切に調整し、気泡やへこみの発生を抑えるのが理想的です。最適な濃度については後ほど話します。また、パテ自体の接着剤濃度以外にも、パテが完全に融合するかどうかに影響を与える2つの要素があります。パーツ表面の状態、乾燥具合。完全に硬化したプラスチック表面にパテを乗せる場合、プラスチックには溶剤が全くなく、表面が完全に乾燥しています。この状態でパテを塗ると、一部の溶剤がプラスチックに吸収されてしまいます。これは溶剤が不足したパテと同じ状況で、空気に触れると表面がすぐに乾燥し、無理やり重ねても完全には融合せず、表面が粗くなったり気泡が発生したりします。パテを塗る工具。例えば、爪楊枝のような木製の工具は、接着剤を多少吸収します。乾燥状態の爪楊枝をパテに差し込むと、爪楊枝に付着したパテがより早く乾燥してしまいます。改善方法。これらの問題を解決するのは難しくありません。
プラスチック表面や爪楊枝などの工具に接着剤を塗っておけば、パテの乾燥速度を遅らせることができます。理屈は簡単ですが、接着剤の量の調整は簡単ではありません。少なすぎると効果がなく、多すぎると逆効果になります。このバランスは実際に試して少しずつ習得するしかありません。ランナーパテで造形するステッド。ランナーパテの造形は基本的にパテの重ね塗りと削り、研磨の繰り返しです。造形が得意でなくても、これらのステップを踏めば理想的な形状を作り出すことができます。ただし、非常に時間がかかるのが欠点です。まあ、毎日少しずつ進化していく喜びも感じられます。そこで、一般的なエポキシパテとランナーパテの利点を組み合わせ、エポキシパテで芯を作り、その上にランナーパテで細かい造形を行うと、より効率的かもしれません。これからルーターなどの工具で形を整えます。重要なテクニック、接着剤で表面を調整。次に、動画でご覧いただく重要なテクニックです。硬化中のパテに接着剤を追加することで、表面を再び柔らかくできます。さらに、接着剤の量を調整することで、表面張力を利用してパテの表面を自動的に滑らかにすることも可能です。このテクニックは造形において非常に重要です。私は最終段階で接着剤の量の重要性をようやく理解しました。この原理をもう少し早く理解できていれば、今回の造形の表面はもっと滑らかになっていたと思います。理想的なパテの濃度。次の映像では、調整後のパテの濃度をご覧いただけます。パテが自然に下に流れ、表面張力によって自動的に平らになるのがわかります。硬化後は光沢のある表面になり、鉄管も大幅に減ります。これこそがランナーパテの最大の強みであり、動画冒頭で述べた流動性です。今回の造形の自然な曲線はこの流動性によるものです。もしわかりにくい場合は、次のシーンをゆっくりご覧ください。パテを塗った後、状況に応じてその濃度を調整します。パテを流体状にした後、パーツを垂直に置き、地球の重力を利用してパテが自然に下にしだれ、自然な曲線に調整してくれます。最終的に自然な南半球の形状が形成されます。
ちろん研磨作業は欠かせません。可能であれば研サンダーやルーターを用意すると効率が大幅に上がります。最後の映像については特に説明はしません。ここまでご覧になった方はきっと何をしているかをお分かりいただけると思います。また流し込み接着剤の使用量を見ればどれほど強い匂いがするか想像できるでしょう。でもご心配いりません。制作中は私がずっと防毒マスクを着用しており、臭みは全く感じませんでした。改めて皆様にお伝えします。有害な接着剤を使用する際は必ず適切な保護具を着用してください。防毒マスクは必需品です。いくら清楚で健康を害さないようにしてください。あと手袋も忘れずに。この状態は造形が約 80% 完成しています。残りの 20% 同じ作業ですので、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。グランデゴーライは最終制作段階に入っています。完成品にご興味のある方は、ぜひこのチャンネルをフォローしてくださいね。バイバイ。